はい、今回は UI/UX デザイナーってどんなお仕事なのっていうのをね、ご紹介していきたいと思います。で、この職種ですね、デジタル化めちゃくちゃ進んでるじゃないですか。もうこの時代においてめっちゃ大事な、お仕事、職種なんですけど、これね、僕自身がそういう仕事してるんですけど、めちゃくちゃね、まだね、世の中に、いい、そういう UI/UX デザイナーって少ないんですよ。またチャンスなんだけど、めちゃくちゃ世の中に求められていると。で、なんで求められてるお仕事なのかっていうと、端的に言うと、これってやっぱ人に届く、どうやったら届くのかってところから、具体的なね、UI とかビジュアルまでデザインするようなお仕事なんですね。なので、これができる人っていうのはめちゃくちゃ重宝されますし、まだね、かなり少ないと。で、これ Web デザイナーの方とか、エンジニアの方とか、かなりね、親和性があるし、変な話、転職しやすいというか、結構ね、どっちも被るような、スキルセット、考え方だったりしますので、ぜひね、僕のチャンネル見てる方、そういう方多いと思うので、この機会に、知らない方はね、ぜひね、知っていただければいいかなと思います。はい、それではね、ここから、具体的にね、UI/UX デザイナーがどういうね、仕事なのか説明していきます。今日の流れ、この4つですね。で、この4つ見れば、どういうデザインなのかとか、今、ウェブデザイナーになってる人も興味を持てたりとかですね、もっと言うとデザイナーってこういうこともできるんだみたいなところをね、知っていけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひね、見ていただければと思うんですけど、まず結論ですね。どんなお仕事なのって言われたらですね、こう答えるかなってところですね。人の生活に貢献するアプリケーションを設計する、そういうお仕事ですね。もうこれ設計っていうのもデザインって置き換えてほしいんですけど、要するにアプリケーション、ソフトウェアとかですね、そういうのをデザインするお仕事だと思っていただければいいかなと思います。で、アプリケーション、ソフトウェア、お前何言ってんだみたいな思うと思いますので、で、ちょっとね、なるべく説明するとですね、こういう違いがあるのと、そもそもね、アプリ、何かというと、皆さんがまずスマートフォンで入れてるアプリいっぱいありますよね。あれです。あれは、アプリケーションです。皆さんパソコン使いますよね。じゃあ、Excel を立ち上げたりとか、PowerPoint 立ち上げたりとかしますよね。あれもアプリケーションです。で、もっと言うと皆さん YouTube 今これね、見てますよね。多分ね。何かしら動画見てると思います。サービス見てると思います。それもすべて、アプリケーションもしくはソフトウェアになりますね。そういうデジタルなサービスだと思っていただければいいです。このアプリケーションって言葉はね、デジタルな、サービス、場所だったりとか、そういうものをデザインするんですけど、違いとしては、左がウェブデザイナーがやるような、もので、右側がアプリケーションって捉えたときに、基本的にそのウェブデザイナーっていうのは、ウェブページを作るわけですよね。これ情報を閲覧するための媒体を作るわけなんですけど、アプリケーションとかソフトウェアっていうのは、それを誰かが使うものっていう風に捉えられるといいかなと思います。つまり、UI/UX デザイナー、定義するとしたら、そのデジタルなもので、みんなが利用するものっていうのをデザインする、そんなお仕事になってます。だから LINE とかね、YouTube とか、もっと言うと iMessenger とか iPhone とか Android のアプリとか、アプリじゃない、デバイスの画面とかもね、あれもアプリケーションソフトウェアになるんですけど、そういうものになっているって感じなんですね。つまりただ見るだけのものっていうのももちろん設計するんですけど、それ以上に使って何か生活に貢献するとかっていうものを作っていくっていうのがこの UI/UX デザイナーの説明ですね。あと面白いところですね。で、続けて面白さってところに行くんですけど、これね、3つあります。で、もう主にね、この一番最初っていうのが、これみんなね、やっぱね、言うところかなと思いますね。これ作るだけで終わらないんですよ。この UI デザイナー、UX デザイナーのね、デジタルのお仕事っていうのは。さっき言った通り、誰かが使うものっていうのをデザインするので、リリースして終わりじゃないんですよね。リリースした後に、使い方とか、もっとこうしたら、やりたいことができるようになるとかね、どんどんアプリとかもアップデートして改善されていくじゃないですか。あんな感じでもう作っても終わらないんですよ。つまり、作った後にそれを使ってる人たちのことをちゃんと見ながら自分がものづくりできるっていうところが、面白いところかなと思います。やっぱデザインとかって基本的には納品して終わりみたいな感じになっちゃうんですけど、仕事っていうのは正直納品とかもリリースした時からやっとスタートするというような、ところがあります。この UI/UX デザイナーっていうのはね。そこからどんどん良くしていくところ。なので、ここがめちゃくちゃやっぱね、使ってる人のところを見れるっていうのがめちゃくちゃ面白いかなと思います。で、二つ目はやっぱチームでのものづくりですね。エンジニアリングとか結構ね、複雑になるんですよ。で、仕様も複雑ですし、ユーザーさんの使い手のことを考えて、
デザインしなきゃいけない。プラスでもビジネスのこともね、やっぱサービスとして運営しなきゃいけないんで、考えなきゃいけないってところで、関わってくる人がね、結構多いんですよ。で、それでチームを組むんですね。異業種でチームを組むんですよ。デザイナー、エンジニア、もしくはマーケターとか、ビジネスサイドの人とかね、感じでチームを組んで、その人たちで違う視点でアイデアを組み合わせて、いいサービスっていうのを作っていくんですけど、そこのチーム開発というか、ものづくりの面白さがあるかなと思います。で、3つはね、これデジタルな分野の、ものを作るっていう意味で UI、UX デザインを今回定義してるので、やっぱ多くの人が、自分が使ったもの、作ったもの、デザインしたものを使ってくれる、そういうね、ものとか、ことですね、出来事っていうのを、デザインできるっていうのがめちゃくちゃ面白いかなというふうに思います。やっぱりね、僕個人としては、やっぱ誰かの課題を取り除いたりできる、生活をポジティブにするっていう、そういう使うアプリケーション、ソフトウェアっていうのを作るお仕事なので、そこがね、やっぱり、なんと言っても一番面白いかなと思いますね。自分が作ったものを、誰かがね、使ってくれて、生活が良くなったって、僕の知らないところで、思ってくれたりとか、そこの生活の変化をね、与えることができるっていうのが、やっぱこのソフトウェアとかアプリケーション作る UI、UX デザインのね、やっぱめちゃくちゃ面白いところなんじゃないかなというふうに思いますと。はい。っていうのはね、面白いところとどういう仕事するのってところなんですけど、じゃあ実際にどういうふうにお仕事ってしてるんですかと。どうやってそのソフトウェアとか作ってんのみたいなね、話をね、していくんですけど、主にこの3つのね、流れになるかなと思います。これめちゃくちゃざっくりなんですけど、できるだけわかりやすくしたんですけど、仕様をまず作ると。これ難しいですね、仕様ってね。何を作るかをまずね、決めると。誰の課題を解決するとか、こういう今課題があるからとか、こういうニーズがありますよねとか、こういう人たちに届けたいですよね、みたいなものをまず決めますと。その後にデザインですね、いわゆる。デザインってもっと広いんですけど、一旦これデザインとで書いてます。UI を作ると思ってもらったらいいですね。はい。で、プロトタイプっていうのは、これもね、別の動画で解説したいんですけど、いきなり完成版作るんじゃなくて、その使う人が使いやすくしなきゃいけない、自分たちの届けたいものがちゃんと届くかっていうのを確率高くね、やっぱやった方がいいので、簡単にラフに作って一回自分たちで見たりとか、誰かに見せたりとかして、それを検討するみたいなところですね。でその後開発に移って実際にコードをね、エンジニアの人とかが書いて、リリースすると。もちろんデザイナーのコード書く人はいるんですけど、そんな流れですね。まず何を作るか決めて、形を具体化して、それをコードに起こしてリリースするみたいな、そういう流れですね。この緑の矢印があると思うんですけど、ここ結構ポイントで、これ今ね、一直線になっているじゃないですか。決してこういう風に進まないんですね。一回誰にの何をって決めた後に具体化してみて、デザインしてみて、やっぱ違うなと思ったら、もう一回何を誰のために作るかって戻ったりするし、開発の段階でまたデザインこうした方がいいんじゃないですかとか、ここちょっと組みづらいねとか、そういうところをね、チームでね、ディスカッションしながら進めていくっていうような流れになってますね。はい。なので、デザインだけできてればいいっていうのは、最低限必要なんですけど、いかにチームで作れるかっていうのと、もっと言うとデザイナーもですね、開発のところにちょっとだけ入っていたりとか、もちろん仕様の方にがっつり入ったりとかっていう風にして、みんなでね、何を作るのかっていうのをちゃんと考えて届けていくっていうところをできるっていうのがこの流れになるかなと。いうふうに思いますね。はい。こっちですね。で、実際のお仕事のイメージをもう少しね、具体化すると、まずね、分析とかするんですよ。顧客の理解とかします。作ってるだけじゃないですよ。デザイナーっていうのは、ものを、UI、そのビジュアルを作るだけっていうのももちろん大事な仕事なんですけど、それ以前に誰のために何を作るのかっていうところをまず、顧客の理解をしなきゃいけないんですね。一個、数字を見たりとか、これ実際にもう出てるサービスであれば、データが溜まっているので、そこからこのユーザーさんがどういう行動をしているのかっていうのを取ったりとか、実際にヒアリングしたりとかですね。その後アイデアを出す。どういうものを作るか。その後にUI を作るっていうような流れになったりするんですね。なのでポイントとしては、ビジュアルを作るっていう楽しさももちろんあるんですけど、それ以上に分析とかして誰の何を解決するのかっていうアイデアからデザインしていくっていう楽しさがあるんですね。それがこの UI、UX デザイナーの特徴かなと思います。これはね、結構特徴的に必要なだけで、ウェブデザイナーの方もね、このフローっていうのは僕は大事かなと思ってはいますが、はい。というわけで人に届くクリエイティブができるっていうか、しやすいっていうか、しなきゃいけない。そんなね、お仕事になってるかなというふうに思うので、実際に物を作っても誰にも使われない、誰にも見られない、届けたい人に届けられなかった。話題になったけど、誰もそれを覚えてないとかって結構寂しいじゃないですか。それを、やっちゃダメなんですよね。特に物を誰かが使うものなので、誰も使ってくれなかったらそれは失敗っていうのが結構一発で分かっちゃうので、人に届くクリエイティブができる、そんな
な職業になってるかなと、お職業でなんだはい、かなと思いますね。っていうのが、ざっくり流れでした。で、最後にですね、UI UX デザイナーにじゃあなんか興味持ちましたってなって活躍できる人ってどんな人なのかっていうのをね、ちょっと最後にお伝えして終わろうかなと思うんですけど、まあざっくり言うとやっぱその誰に届けるかって重要なので、その届けたい人たちにちゃんとその届けたい人たちが喜ぶものっていうのをデザインできる人っていうのがね、活躍できる人ですね。これさっき言った通り、UI を作るだけ、この具体化の部分だけをもちろんね、できなきゃいけないんですけど、そこだけの人よりかは、その前ですね、何を作るべきなのか、もっと前で誰に何を届けるべきなのかっていうところを一緒に議論して、これもちろんね、デザイナー一人がやるわけでは決してなくてですね、やっぱチームでアイディアを揉んだりとかするんですよ。その時に自分で提案してディスカッションをしやすくしたりとかですね、もしくはもうそこをめちゃくちゃリードできるデザイナーっていうのも全然あるんですけど、そういう形でですね、具体化する前の段階、何を作ったらその人たちが喜ぶのか、その人たちの生活が良くなるのかっていうところをちゃんと分析してアイディアを出して、それを具体的な形、こういう風な形にしたら使いやすい、届けられるみたいなところまで一貫してできる人っていうのがめちゃくちゃ活躍できる人なのかなというふうには思います。で、これって、ウェブデザイナーでも一緒のスキルだと思いますね。誰のためにウェブサイトを作るのか、どういう目的のためにそのグラフィックにするのかっていうのもそうですし、これ別にマーケターの人とか、営業の人とかも誰でもそうですよね。なので、これって結構何にでもいけるスキルっていうのが、逆にこの UI UX デザイナーをやることによって結構つくのかなというふうには僕自身思ってますし、これはもうなんかね、重要なポイントかなというふうに思って、そういうふうなところまでね、ちゃんとカバーできる人っていうのは、UI UX デザイナーの活躍できますし、他の職種でも活躍できる、そんな人材になってるのかなというふうに思います。そういうスキルがね、身につけ安いというか、身につけなきゃいけない職種にもなっているって形ですね。はい。こんな形で今日は以上になりますね。はい。もう一回ね、一応言葉だけで振り返ると、人の生活、誰かがね、使うもの、そのデジタルなアプリケーション、ソフトウェアを、デザインして人の生活を良くしていく、そんなね、お仕事になってます。UI UX デザイナーってお仕事ですね。はい。こんな感じで、これからちょっとずつね、UI デザイナーとか UX デザイナーの紹介とか、じゃあそれを目指す人はどういう、なんですかね、練習というか、スキルの磨き方をすればいいのかとかをね、また次の動画とか、近いうちに公開していきたいと思いますので、この動画をもってしてね、UI デザイナーとか UX デザイナー興味持った方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと良かったなと思ったら高評価もね、よろしくお願いします。コメントでね、こういう動画撮ってほしいとか、これどういうことですかとかも、受け付けてますので、ぜひコメントも気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。